今年5月に開かれたアニメの祭典まちあそび、その中でひときわ注目を集めていたのが e スポーツと呼ばれるイベントでした。めっちゃ楽しかったです。初めて見たんですけど最高でした。遊びとしてのゲームとしてじゃなくて、大人も子供も全力で戦えるっていうこの熱さがスポーツっていうのと共通している魅力だと思いますね。 e スポーツとはエレクトロニックスポーツの略で、コンピューターゲームの対戦をスポーツ競技として捉えたもの。参加者の中で熱い視線が注がれていたのが、徳島市出身でプロゲーマーとして活躍中の田ヌカナさん。ゲームに興味持ってくださってる方がこんなにいるんだなって思うのがすごい嬉しかったんですけど、ゲームが好きだなって思ってる方にゲームを職業にしてみたいなっていうところまで行ってほしいかなって、地元と一緒に盛り上げていけたらなと思ってます。はい、徳島市出身のプロゲーマー田ヌカナさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではご紹介しましょう。田ヌカナさんは徳島市出身の25歳、本名は谷香奈さんです。高校時代に人気格闘ゲームの腕前が関係者の目に留まり、2年前からは大阪のプロゲームチームサイクロプスのメンバーとして活動。今月サウジアラビアで行われた国際大会で優勝するなど、トッププロゲーマーとして活躍しています。はい、ということで、まずは世界大会初優勝。そうですね、初になります。おめでとうございます。ありがとうございます。チャンピオンになりました。まあこんなに可愛らしい容姿で、本当にアイドル。いやいやいやね。いや可愛いな、どの写真も可愛いです。いやいやいつも可愛い、写真も可愛いから、もう今日お会いできるのものすごい楽しみにしてました。めちゃくちゃ興味ありますね。これ恐縮です。職業はプロゲーマー。はい、プロゲーマーです。になるんですね。思いっきりゲーム好き。ゲームが大好きで、もうそれだけしてちょっとご飯を食べてるような。好きじゃない。仕事にしてるという。この田ヌカナさんがやってるコンピューターゲームの競技は e スポーツ。これ e というのは小文字の e。そうですね。さっき e です。e スポーツと呼ばれています。ゲスト席の皆さん e スポーツ知ってるという人手を挙げてください。知ってるという方。どれぐらいの割合だろう。まあ2割、1割2割ぐらいのことかなね。はい。大安さん、まあまあゲーム好きだそうでした。しますね。e スポーツはどういうもんでしょうか。僕もまだニュースとかでしか見てないんですけど、ニュース、やっぱ本当に野球、サッカーみたいにもう何千人という観客の前でこう格闘ゲームを対戦したりして、もうすごい盛り上がって賞金もすごいっていうのは聞きましたね。これめちゃくちゃ注目なんですよ今。ね、見たらハマりますね。参加したいよりまず観戦したいですかね。そうですね。観戦ですね。ゲームを見るんじゃなくて観戦ですよね。してみたいというものだと思いますが、はい、ではその e スポーツについて説明しましょう。 e スポーツの競技人口は世界で1億人以上。アメリカやドイツ、韓国では見るスポーツとして定着していて、賞金付きの大会も数多くあります。世界レベルでの大会だと賞金総額がなんと26億円、優勝賞金が11億円にもなる大会があります。さらに2022年のアジア競技大会では e スポーツが正式種目として採用されたほか、2024年にパリで開かれるオリンピックの追加種目として有力視されるなど、世界で盛り上がってきています。どうですか皆さん、優勝賞金11億もあるものもあるし、なんと2024年、パリで開かれるオリンピック追加種目として有力視されております。はい、オリンピックですよ。すごいです、ね。これなら太っててでもできますね。ほんまに。ね。うまいね。関係ないよね。体格とか関係ないんでやっぱり。そんな e スポーツの世界でプロとして活躍をしている田ヌカナさんなんですけれども、プロになるのはどういうことなのか、プロになるにはどうしたらいいんでしょう。そうですね、まずプロになるにはなんですけれども、スポンサーさんがつくのがやっぱり大事で、私もレッドブルさんとかサイクロプスさんとかついてくださってるんですけれども、スポンサーを獲得するためには、そうですね、自分の広告価値というか、例えば自分のプレーでお客さんを集められたりとか、そういうところが大事になってきて、であと強さももちろん大事なんですけど、そういうのをアピールして目をつけてもらうっていうのが第一歩ですかね。日本には今どれぐらいのプロゲーマーがいるんですか。プロゲーマーといっても、ゲームだけでご飯を食べていける人っていうのはまだ10人もいないくらいなんですが、まだやっぱ少ないですね。ただ例えばプロチームに入ってて、月に、専業でないけどいくらかもらって、兼業でやってらっしゃるプロゲーマーとかの方を入れると、契約をしてますっていう感じの人。そうです。
入れるとそういう方はまあもう50とか超えてくるんじゃないかなと。それでも50人か。競技人口だって1億人なんでしょ。ただそう日本はちょっとまだそうですね、ゲームがまだそんなにいいイメージがないっていうのがあって、まあ、韓国や、まあ、中国なんかではもうすごい増えてて、例えば韓国では憧れの子供の憧れの職業とか、親がしたい職業みたいなのの2位とかに、医者の次とかにいや、先ほどの大会なんてすごいでしょ。もうなんかワクワクするようなね、映像だったんですけれども、みんな選手の皆さんですか、ユニフォーム決まってる。そうです。やっぱスポンサーの方がついてると、そのロゴが入ったユニフォームを着ることになりますので、例えばアメリカの NBA のプロバスケットボールとかアイスホッケーとかの試合のような感じで大きなモニターがあって、あれをみんな見るんですね。そうですそうです。観戦もやっぱり結構楽しくて、格闘ゲームって結構やっぱ見て分かりやすいんですね、戦うから。それもあって観戦するだけのファンの方とかもいらっしゃいます。そうか。じゃあだから例えば格闘ゲームだというと、まあ、アメリカの世界で一番大きな団体、プロレス団体がありますけれども、あれがゲームになっているというような感じ。そんな感じです。まさにそんな感じですよね。それをみんなが見てると観客席もまたすごい切れてる。もちろんこれ我々のような職業、実況するものもいますいます。プロの実況者がいるんですよね。ゲームのプロの実況者がいて、やっぱりその上級者ならではのテクニックとかをその実況者の方が分かりやすく解説してくださったりとかもして、まあ、見る方も楽しめるような。だからそれを養成する学校もなんかある。大阪にできてます。大阪できたんだ。日本でできてます。行こうか。すごいな。もともと田中さんはプロゲーマーになりたかった、目指してたんですか。実は私がプロゲーマーになった頃って全然プロゲーマーってそんななんていうんでしょう、職業として日本では特になかったんですね。で私の場合はただ単にゲームが好きでずっとやってて、で遠征っていうんですけど、その頃オンライン対戦がなかったので、わざわざ県外に行って強い人と戦うっていう文化があったんですね。格闘ゲーム。頼もうだ本当に。はい、そうです。道場破りみたいな感じで、それでその大会に出たりとかして。ちょっとずつ名が売れていったというか、結構強い子がいるみたいな。すごいね。意外にそこアナログだったという。そこは結構。学校卒業してからは就職したんですか。はい、就職してて建築の学校を出て、建築士として働いてたんですが、ちょっとそうですね、会社が潰れてしまって、で医療系の会社にまた就職して働きながらもずっとゲームは続けてまして。それでそうですね、ちょこちょこちょっと強くなって、女の子っていうのもあって海外の大会とかちょっと出てみないって言われて行ったところで、女子大会だったんですけど優勝とかしてそういうのもあって、でプロゲーマーの応募っていうのはなんかどっかあったんですか。そうです。でそういう時にちょうど大阪でプロゲーマー1人鉄拳のプロゲーマーを募集しますっていうのがあって、このゲームの、プロゲーマーを募集っていうのがあったんです。そうなんです。でそれが結構珍しいことで鉄拳でそう募集されるのって初だったんです。鉄拳、その田中さんが高校時代にハマった人気格闘ゲーム、こちらが鉄拳。これはゲームの中で本当に有名な、ゲーム。私は素人ですけどこれは知ってるっていうようなゲームなんですが、これ、使うキャラは左の女性のこれなんていう。そう、シャオユっていうキャラなんです。シャオユが得意。ちなみにコスチュームは私が好きなメイド服に変えてるんで、ちょっと元のキャラクターはこんなんじゃないです。コスチューム変えれるんですよ。もうハマりだしたのいつからこれはやってるの。高校2年ですかね。高校時代の田中さんのね思いっきり高校生ですよね。いや恥ずかしい。可愛い女子高生。田中さんだけやってたんですかゲームは。いや実はこの女子高生3人でやってまして、はい、で女子高生3人でやってるっていうのもあって結構有名だったんですね、その地方では。そりゃそうですよ。女子高生3人が格闘ゲームやってるみたいな。田中さんにみんなもうあれですか、みんな迷惑を受けたパターンですか。引っ張っていかれた。でもみんなやっぱり好きだったんで、よっしゃみんな行こうぜっていう感じで。田中さんがみんなに引き入れたんですか。どうなんですか。それが実はこの友達の方が先にやってて、友達の方がちょっと女の子一人で行くのちょっと怖いからついてきてほしいなって言われて、ついていった方だったんですけど、見てるうちに私もやりたくなっちゃって。すごいな。でゲーム好きやったんで。お伝えしてますようにですね、今月サウジアラビアで開かれました世界大会で初優勝ということで世界大会を制したチャンピオンになったわけなんですけれども、やっぱり世界大会っていうのは何が違うんですか。やはり相手もプロなんですね、所属しているチームがある鉄拳のプロですので、やっぱりそれ相応の練習とかもしてきてて強いですし、あとは向こうもやっぱりお仕事でプレッシャーかかってやってるんで、
もうお互いに負けられない戦いっていう感じになるので。で今日キャップ帽子にねさっきレッドブルってありましたけど、もうこれがやっぱり世界の飲料メーカーじゃないですか。これがスポンサーに田中さんのスポンサーにもなってくれたわけです。そうです。相手もこういう風にちゃんと背負ってるわけですよね。向こうも会社名が入った T シャツとかやっぱ着てて。ということはゲームをするだけではないんですね。だけではないですね、やっぱりそういう会社の PR とかも大事ですし、やっぱり買って移ってこう会社の PR をするっていうのもお仕事になります。スポンサー契約を結ぶというスポンサー代と賞金と、あと何かあるんですか？あとはうちの会社はなんですけど、珍しく固定給があるんですね。それはその人によるんだ。そうです。もううちの会社ぐらいじゃないですかね、固定給で出してるのは。大体はやっぱりなんて言うんでしょう、大会で買った分だけボーナスがついたりとかするところはあるんですけど、うちは他にも選手がいて、学生さんの選手とかもいるんで、そういう方が打ち込めるように固定給を出して生活できるようにしてから他のプラスもつけてくれるっていう、面白いね、面白いシステムね。それが本当に今 YouTuber になりたいですっていう子供がいるじゃないですか。それと同じように e スポーツのプロゲーマーになりたいですっていうと子供がね、これからどんどん増えていくでしょうね。世界のトップレベルのプロゲーマーっていうのはだいたいどれぐらい稼いでる？そうですね、その先ほど言われてた26億円の大会で、チームなんですけど、チームで分けないと、チームで勝ったとしても、税金引かれたとしても、年収1億以上はいきますよね。すごい夢がありますよね。面白いね。そんなプロゲーマーの田中さんの生活に密着しました。気になるね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。田中さんは大阪市の 1LDK のマンションで一人暮らし。この部屋でゲームの腕を磨いたり、ファン向けの映像を配信するなど、モニター画面に向き合うのは軽く8時間を超えるそうです。慣れましたね。自分がやっぱりもともと目指してたのがこのゲームで一番強くなりたいっていうものだったんですけど、一番楽しい時期みたいなのを全部ゲームに使っちゃったんで、もうゲームが青春ですね、私は。田中さん、ゲームのコントローラーにも相当なこだわりがあります。こんなところがプロたるゆえんでしょうか。ボタンとかレバーを自分で変えてるんですよ。なんでこれ色がちょっと違うんですけど、開くんですよこれ。で自分でこう好きなやつにカスタマイズしてますね。気になるのがプロの腕前です。一体どれほどすごいのか。この投げっていうのは12フレームで出てるわけなんですね。こんなのね、パッと見て手とか一緒じゃないですか。これ3種類見分けて3つボタンを押し分けるんですよ、その 0. 何秒の間に。これとかは本当にもう一般の人に絶対できないですね。多分2年くらいやってやっとちょっとできだすとか。卓越した技術が求められる連続攻撃のコンボという技です。田中さんは7回の攻撃をおよそ3秒という速さで繰り出します。これぞプロのテクニックです。一般的なイメージから言うと、ゲームして毎日遊んでお金もらってて羨ましい、もうプロってなるともう研究練習見えてこないきつい部分というのはかなりあって、決して楽しいところではないですし、競技として勝ちに行かないといけないので。すみません、これからはどちらの方に？はい、ちょっと練習のためにゲーミングハウス、会社ですね。家の近くにある通称ゲーミングハウス。こちらにはさまざまなゲーム機器が置かれていて、24時間ゲームに向き合うことができます。ちゃんとした場所でやるっていう方が集中力が上がったりしますよね。自宅でやってるとどうしてもちょっと気抜けちゃったりとかするんで、試合感を磨いたりっていうのが多いですね。プロとしての重圧と戦いながら日々の練習に余念がありません。そんな田中さんに一番欠かせない場所、それはゲームセンターです。自分の原点ともいえるこの場所でお客さんとの情報交換やゲームの楽しさを伝える広告塔としての役割も積極的に行っているんだとか。女性ゲーマーがあんまりいないんですよ、格闘ゲームって。それなのにあんなに強くなって尊敬しますね。ストイックなところですね。愛っていうかゲームへのそういうのにすごい魅力あると思います。憧れの存在プロゲーマー、
そこには熱い視線を送る人が溢れています。ほぼ毎日やってます。そうなんですか。Ouais, je m'en fous, mais elle joue bien, ouais. Ouais, si je peux, ouais. かっこいいなって思います。なんか極めてるから一つのことを。すると突如対戦を申し込まれた田ヌカナさん。普通のスポーツ選手ならありえない展開です。そんな中、頭突きを払って勝負する田ヌカナさん。プロとアマチュアの違いを見せつけ、パーフェクトでの勝利です。Ouais, c'était une bonne expérience. 特に海外の人は、結構言ってくれます。ああやってもう今はもうそうですね、自分のほぼ全てって言っていいかなと思います。80とかにもなってもね、やってるかもしれないですね。生涯現役。プロゲーマーになってまだまだ2年。しばらくは自分磨きの毎日に明け暮れる田ヌカナさんでした。いや、加藤先生、なんかもう見入ってしまうことないですか。ありますね。でもプロの競技者ですから、その技を磨くっていうのはもちろんなんでしょうけど、拝見しててメンタルの強さを感じますね。やっぱり精神力なんだと思いますね。メンタルは本当これ大変ですね。はい、そうですね。やっぱり負けてる時とかは結構落ち込んじゃって戻すのに時間とかかかったりしますね。大川さん、すごい技ですね。すごいレベルなんですね。すごい。僕これ最近大阪行って、ちょっと田中さん来るっていうんで鉄拳やってきたんですけど、全然勝てないです。大川さんどれぐらい鉄拳中学校の頃3年間ずっと通ってました。もう結構自信があった方じゃない。あった方なんですけど、全然コンピューターにも勝てなかったです。大川さん、何あれ 0. 何秒の間では相手の技を見極めない。コンボが全然出せなくて、あれは多分研究して本当にコンピューターと自分の動きを研究しないと多分出せないと思います。田中さん、あれどういうこと？相手の技もつまりその秒数で出てきてしまうので見極めないといけないんです。相手の技を見てその先を行かないといけない。そうですね。相手もやっぱり技を出してくるので、間合いとかを取って相手の技をすからせて自分の技を当てるように当てるですとか。そうですね。やっぱ格闘技と同じですね。避けて当てるなんですけど、当てた後はもうその後は練習でいかにダメージを奪えるかなんで、そこのそうですね、どういう状況であってもダメージを取りに行くっていうのとか、そこら辺はやっぱ練習です、日々の。それで今日持ってきていただいてますけど、これって競技用なんですか？プロ用なんですよね。家でこんなでっかいんですよね。でも普通に一般の人でも購入できる、いわゆるアーケードコントローラーっていうものなんですけれども、昔っていうかちょっと前っていうか今もですけど、ゲームセンターって全部こんな感じですよね。じゃあリーダー、もしこれ買えるとしたらこんなん買ってやりたいぐらい。買ってカスタマイズしたいですね。そうなんだ。なんですよ。で、アーケードコントローラーはアーケードでゲームをやっていた人が家庭用でも同じ動きができるようにって言って開発されたもので、ちょっとお高いです、普通のコントローラーよりかは。なんですけど、ただ格闘ゲームとかアーケードでやってた人はこれでないとできないんですよね。言っちゃうとこれやってたから、このパッドではできないのでこれを購入して家庭用でも同じようにやるという。世界大会でね、優勝しましたけれども、今後目標は何ですか？そうです。今後の目標というか、8月の、3日から5日の間ですかね、に開かれるエボっていうもうゲームの大会で一番大きなものがあるんですけど、どこであるんですか？ラスベガスであります。で、そうですね、去年も出たんですけど、去年はちょっと負けてしまったので、今年こそはということで、この大会にそうですね、全てをかけて。自信は？その人がね多いので、すごく1600人700人くらいですかね、もうエントリーしてて。みんなプロのような人？プロじゃない、もちろん記念参加の方もいらっしゃって、増えてはいるんですけど、やっぱりそうですね、腕に覚えのあるやつはもう大体来るので、でも力を試したいっていうところでもあるので楽しみです。絶対喧嘩したら負けるね。イメージできてますからね。やられるね。喋りだけ聞いたら格闘家だもん。はい、この時間徳島市出身で世界で活躍をするプロゲーマー田ヌカナさんにお話を伺いました。今日番組最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。ですね、プロゲーマー徳島市出身の田ヌカナさんにお越しいただいてますが、田ヌカナさん憧れるの人って誰ですか？憧れの人が、昔から鉄拳やってて、もう今引退してしまったんですけど、女性でめちゃくちゃ強い牧師さんっていう方がいらっしゃって、その方は格ゲーが一番流行ってた、本当に
1990年代、80年代かな、それぐらいからやってて、女性で初めて最高ランクに達した方なんで、有名なメディアとかに出るような方じゃないんですけど、その方を目指して。でも先生ね、そんなレベルにまでも田中さんがいくかもしれませんから。いや、もうそれはもう全然夢じゃないですよ。もう次はその追加種目有力ですよ。これはパリ行かなきゃ。繋いどかな我々。そう大事ですよ。兄さん、今日の田中さんの話どうでしたか。こんな人お会いできて私は光栄です。わかりましたか。なんかどんな内容か。ゲームだね。あれでね。素晴らしい。兄さんもやってるかもしれない。お前兄さんもキャラクターになってそうですね。田中さんにお越しいただきました。田中さん、今大阪なんで5時からってご存知でした？もう実は1回昔出たことがあるんですよね。いつ？何年前？高校の時なんですけど、美少女図鑑っていうのがあって、それで1回出たことがあります。美少女図鑑で出たんだ。はい。その時ゲームも関係なく。ホラーアイドルみたいに見えるよ。だから知ってました。どんな縁があるかわからんね。だから一応2回目なんです。今やほんでプロゲーマーですからね。で出るっていうね。ラスベガスが8月の2日から行って9日に帰ってくる感じです。いや、そっか。ちょっとシモンさんまだねメンバー入ってないかもしれんけん、ちょっと何かあったらお願いします。わかりました。使えるかな。ゲームの方で。今日話面白かった。もうめちゃくちゃ興味あったことなんですから。いや、なんかすごい本当になんかボーダーレスになるのかなと思って、パラとかそういうのも関係なく追加種目になってほしいな。なってほしいです。3回目のまた登場お待ちしてますんで。頑張ります、出れるように。